こんにちは、ポンズです。今日ご紹介する本は、22世紀の民主主義選挙はアルゴリズムになり、政治家は猫になるという作品です。皆さん、普段政治や選挙ってなんとなくとっつきにくいなというイメージはありませんか？私も正直、政治を真剣に考えるのは難しいと思っていたんですけど、この本を読んでみたら一気に視界が開けるような刺激を受けました。私たちの国の行く末を、まあなんとかなるでしょうって他人事にしている場合じゃないかも、と思わせてくれるんですよ。読後には社会の見え方がからりと変わって、特に忙しいビジネスパーソンの方にも、これは必読かもと思えるポイントが多いです。それでは、まずこの本の魅力をざっくりお伝えします。著者の成田悠介さんは、今ある政治や選挙の仕組み自体に強烈な問いかけをしていて、若者が投票に行きましょうみたいなスローガンだけじゃ全然足りないんだと主張しています。割とよく耳にする若者が投票しないから世の中が変わらないんだという論調に対しても、いや、それは根本的な解決にならないんじゃないかと綺麗に切り込んでいくんですね。実際、日本は高齢者が圧倒的に多いから、若者が少し投票したくらいではあまり変わらないし、そもそも若者の投票先が高齢世代と大差ない場合もある。だったら、そもそも選挙の構造そのものを刷新しなきゃダメでしょう、とめちゃくちゃ大胆な提案をしていくんですよ。最初はそんなの無理でしょうと思うかもしれませんが、データを駆使した話の運び方がとても説得力あるんです。ここからは本書のポイントをいくつかご紹介していきますね。1、民主主義が危機的な状況にある理由。今の日本や欧米の民主国家は、ここ20年ぐらい経済成長が低迷し続けているというデータがあるんだそうです。しかもリーマンショックやコロナ禍のような有事に弱い面がかなり目立った。例えばコロナ初期にロックダウンをスパッとやって感染爆発を食い止めた国と、そうではなくグダグダと決断できないまま両方の被害が拡大してしまった国の違いを比べると、民主主義らしい国の方が意外と苦戦していたケースが多いと。本書ではその原因の大きな一つとして、選挙という仕組みが時代に合ってない。選挙で政治家は選ばれても、目の前の世論や選挙の票にビクビクして、長期投資できないみたいな構造的問題を挙げているんですね。私もコロナ初期の混乱を思い出すと、確かに政治家はあっちに気を使い、こっちに気を使い、結局何も決められないというムードがありました。2、若者が投票してもあまり変わらないというショック。本書で特に驚かされたのは、若者が選挙に行ったところで現状は変わりにくいという指摘です。数字を見ると、日本では若者はそもそも絶対的に少ない上に、その少ない若者も高齢層と同じ政党に票を入れる傾向が強いとか。じゃあ、投票率アップキャンペーンに力を注いでも、実際には大勢に影響がない。ここだけ聞くと、それって霊障じゃないと感じそうですけど、今書はそこを踏まえて、だったらもっと革命的な変化を目指さなきゃダメでしょ、と提案するんですね。その提案がなかなかぶっ飛んでいて、若い人限定の選挙区を作ってしまうとか、高齢者の非選挙権を段階的に制限したらどうかとか、もう現行制度の前提を根こそぎ変えるようなアイデアが次々登場するので、読んでいてワクワクするんです。3、政治家を成果報酬にしちゃおう。世代別の投票比率を変えよう。そうしたぶっ飛び提案の中の一つに、政治家の報酬を10年後、20年後の成果と連動させるというものがあります。例えば、ある政治家が打ち立てた政策が、将来どれだけ経済成長や福祉向上に貢献したかで、年金や報酬が決まる仕組みにしようってことなんですね。今の政治は、4年とか6年の短いスパンで当選するかどうかばかり気にしてしまうから、どうしても長期視点での改革が打ち出しにくい。それを民間企業のストックオークションみたいに見なせばいいんじゃないか、と。さらに選挙の仕組み自体も、投票に行く人の年齢によって票の重みを変えたり、あえて70歳以上は投票を義務にしない、世代別選挙枠を作るといった思い切った方法も挙げられます。もちろん実現には相当なハードルがあるでしょうけど、すぐには無理だからこそ、今のままずるずるいっても日本は沈んでしまうという強い危機感を持たせるわけですね。4、闘争という選択肢。本書の中盤には、民主主義からもう逃げちゃうという話も出てきます。
いわゆるタックスヘイブンのように、自分たちが得しないならさっさと別の国に資産を移すみたいな発想を、今度は民主主義にも当てはめて、既存国家を捨てて独立国家を作ってしまうという考え方。公海上に巨大な船や人工島を浮かべたり、ゲーテッドコミュニティと呼ばれる高所得者だけで固まった街を作ったりして、そこでは税率やルールを自前にしてしまおうという動きは、実は世界各地でじわじわ始まっているらしいんです。さらには宇宙へ行ってしまうとか、ネット上にバーチャル国家を作るとか、ほんの SF の世界の話のようでいて、ちょっとずつ現実に起きそうな雰囲気もあって驚きます。ただ、これをやっちゃうと結局、お金持ちだけが得して、既存の国は置き去りになるんじゃないのという問題も残る。でも、そこをどう折り合いつけるかを考えないと、本当に格差が広がってまずいんじゃないか、とも本書では語られています。5、無意識データ民主主義という究極のアップデート。一番未来的でワクワクするのがこれです。簡単に言えば、選挙なんてもう時代遅れだから、普段の生活や SNS からビッグデータを拾って自動的に民意を仕上げようという発想。他の候補者に投票みたいに意識して紙に書かなくても、日常の表情や体の反応、ネットでの書き込みや行動履歴から、その人がどんな価値観を持ち、どんな政策を望んでいるかを拾えるかもしれない。そういう莫大なデータを機械学習で解析して、さらに GDP や格差指数、ウェルビーイングなどの成果指標と組み合わせて、この政策が合意される確率が高いみたいなのをリアルタイムで選び取っていく。そうなると人間の政治家はほとんど必要なくなるかもしれないし、政治家はマスコット的に猫やバーチャルアバターでもいいよね、なんて大胆な話まで踏み込んでいるんですよ。さすがにそれは SF でしょうと思ったんですが、中国とかだとかなりデジタルで統治をコントロールしている面もあるし、オンラインのプラットフォーム企業なんかもアルゴリズムで意見集約をし始めているわけですから、あながち口頭無形でもない。もちろんプライバシー問題とか独裁化の危険とか、いろいろ大変な課題が山積みではあるんですけど、選挙の形なんて永遠ではないんだと気づかされるだけでも衝撃でした。私自身がこの本を読んで強く思ったのは、投票しようとか政治家を応援しようだけで済まされない時代になってきたんだなということです。ここまで少子高齢化が進み、しかも世界全体がインターネットや AI など技術革新によって加速度的に動いているのに、何十年も選挙のやり方がほぼ変わらないままでいると、本当に日本は取り残されてしまうかも。そう考えると、この本が提案する革命レベルのアップデートも、突飛だけど、こういうのも検討せざるを得ない時期が来ているのかなって思わせられるんですよね。ただ念のため注意点を挙げると、本書にはデータや理論的な話がたくさん出てきます。筋や学説もふんだんに引用されていて、時々、うわ、これ難しいとなるかもしれません。でも著者の語り口はとてもユーモアがあって自由奔放なので、読みやすさも同居しています。読みながら、そんなバカな、でも面白いかも、と頭の中でツッコミを入れられるくらいがちょうどいい楽しみ方かもしれません。私は企業を目指す身として、公海に出ていくとか宇宙に逃げるとか、そういう発想もあるんだなと衝撃を受けましたが、改めて、じゃあ自分はこの国でどうしたいんだろうって考えるいい機会にもなりました。ビジネスをするにしても、結局は政府の制度や税金、規制などの枠の中で活動するわけで、その大枠をどう変えていけるのか、あるいはどうやって抜け出すのか、全部が他人事じゃないんだなと気づきました。皆さんも考えてみたら自分の仕事や暮らしだって政治と無縁じゃないよね、と感じると思います。ここまでの内容をざっくりまとめると、1、今の民主主義はマイノリティになりやすい若者の声を拾いにくく、有事にも弱いという分析がある。2、若者の投票率アップだけでは何も変わらないなら、政治家に定年や成果報酬を導入するとか、世代別の投票の重みを変えるなど、抜本策を考えよう。3、極端な話としては、闘争。つまり、既存の国家から飛び出して、新しい独立国を作るという手段もある。4、それでも根本解決にならないから、無意識データ民主主義という形で、アルゴリズムに政治を任せる未来が来るかもしれない。5、選挙はあくまで一つの手段に過ぎなくて、
それ以上に柔軟な方法で民意を汲み取り、成果を出すシステムを創造することが重要という流れですね。実行のハードルはとんでもなく高いけれど、こういう発想を一度頭に入れておくだけで、私たちの視座ってぐっと上がると思います。政治家は高齢層向けの政策ばかりで、未来なんか全然考えてないじゃないかと文句を言うだけで終わってしまうんじゃなく、だったらこんな制度なら改善できるかも、私たちが自治体の規則を変えていくにはどうするんだろうといった考えがむくむくと浮かんでくるというか、自宅にこもってラテを飲みながらゲームする選択肢もありかもしれないけれど、やっぱり何か動いてみたくなるんですよね。ということで、皆さんもぜひ22世紀の民主主義選挙はアルゴリズムになり、政治家は猫になるを読んでみてください。ちょっと極端な言い回しややんちゃな提案が次々飛び出しますが、その分問題点がクリアに見えてきます。何より、未来をどうアップデートするかのヒントが盛りだくさん。情報社会や AI 時代の潮流を感じつつ、私たちにとって本当に大事なことって何だろうと考えさせられる一冊だと思います。忙しい合間の読書でも必ずインパクトを受けるはずです。私としてはこの本を読み終えて、もう日本はダメだ、逃げるしかないんだと思うというよりは、むしろ逃げる選択肢もあるけど、逃げないならどう戦うのか、どう改革できるのかを本気で考えようという前向きな気持ちになりましたね。もちろんまだまだ難しい課題は山積みですけど、いつか変わるかもと寝て待つより、自分たちでアイデアを膨らませた方が面白いじゃないですか。何しろ、誰も思いつかなかったような革命的アイデアが、実は世界を変えてしまうかもしれませんしね。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また紹介してほしい本があれば、コメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。